燻製の始まりは石器時代と言われている。電気もガスも水道もない時代に、彼らは一体どのようにして燻製を作っていたのか。獲物を串に刺して焼く際に、ネズミや小動物に食べられないように上に保管して下で燃やすから煙のコーティングがされる。石器時代の人々がそれが保存性や虫除けの効果があるのに気づくのに時間はかからなかった。それから昔の日本では土間にいろりがあって、その上に格子が組まれていた。そこで食料を保存していたために自然と燻製となっていった。有名ないぶりがっこはいぶりがっこって意味。はい、でかいタイが来ました。よっしゃー。それじゃあこいつを丸ごと一匹燻製だな。はい、こんにちは、小島漁師浜湯です。今日はですね、こちら巨大天然マダイ、この巨大な鯛を丸々一匹燻製にしたいと思います。燻製初めてなんですけど、やっていきたいと思います。レッツゴー。じゃあまずこちらの鯛を締めていきます。ちょうどこことこの交わる、だいたいこういう斜め目の左上に脳があるんで、ここを一突きします。でくるくるとでパカッと口が開いたら OK で、このエラ切れ込み入れて、血がぶわーっと出ます。でこっち鱗取って切れ込み入れてトン、これで OK で水をかけて血抜きをします。である程度血が抜けたらちょっと圧をかけてギューッとで鱗取って、はい、で鱗が取れたら、ではこちらエラのとこ鎌落として、んでエラの付け根落とす。でお腹をクッ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 と割ってスーッと引っ張って一緒にエラと内臓を取っていきます。でこれが鯛の空気袋ですね。だからいつも穴から入れてここに刺して空気を抜いてるんです。ここに空気抜きを刺すとこんな感じでは、お腹洗ってこちらを家の方へ持って帰ります。はい、じゃあこちらの冷蔵庫に鯛を入れて、そして塩を加えます。で練り込んでいきます。こちらお腹の中にも、はい、で鯛の塩釜ができたら、でそのまま入れると鯛が水浸しになるので、これに氷を入れていきます。でこちらの鯛にかぶせておきます。で氷も袋に入れとった方がこの空間が少なくて済むので溶けにくいんですよ。豆知識です。じゃあこの鯛は明日まで置いておきます。で次にですね、大きな鯛を燻製するためには当然燻製機が必要になります。というわけでこちらホームセンターで木材を購入して、もうカットとかしてもらいました。それじゃあ早速組み立てていきます。はい、じゃあある程度の形が決まったんで仮止めしていきます。じゃあまず側面と横扉、ここをネジでやっていきます。落としたちょっと割れるかが心配ですが、一旦入れてみましょう。割れるかな。割れそう。ちょっと割れそうなんで細いドリルつけていきます。これで先に穴開けて、でネジを入れます。これならギリギリセーフで、この工程の繰り返しです。一角は OK。 まだまだこんな感じで、ちょっと問題発生で
枠きれいにやったはずなんですけど、ここを合わすとここが本来ねピチッと入るはずなんですけど、まあなんだろう、カットの過程なのか僕の留め方が悪かったのか、どうしてもここは2ミリほど浮いちゃうので削って細くしていきます。カンナがあればいいけど。よし、黒の貝あってはまった。であとは繰り返し。はい、じゃあとりあえず棺桶みたいな箱ができました。ここに私が入ってチーンってバカで、ここに蓋をつけたら大方完成です。じゃあ止めていこう。はい、じゃあ大方できてきたので背面も立てらして止めていきます。よし。はい、じゃあ大方箱ができたので扉はめて、でこれ蝶つがいっていうんですかね、これを開けて扉に固定して扉に固定します。よし、頼むぞ、うまく閉まれ。ボタン OK。 微妙。あれなんでや。いやー、うっかりバカなことをしてしまいました。なんかおかしいなと思ったら外からですね、蝶つがいは。直します。よし、なんとか OK、 無事に開いてくれ。よし、いい感じで、なんか扉の閉まるやつもつけて、天板と真ん中に穴開けて、でこの魚吊るすハテナマークでナットで固定。 OK。 中はこんな感じ。よし、ようやく完成が見えてきたぜ。でここに魚引っ掛ける S マーク。はい、というわけで大方完成しました。まあ慣れないのとカメラ撮りながらで大変だったんですけど、これでタイが丸ごと干せそうですね。鍵もいい感じです。やった。温度計ぶち込むの忘れてた。はい、かっこいい、完成。小豆島の漁師 YouTuber 浜ゆいのサワラが大好評発売中。厳選されたサワラのみを使用し、衛生管理抜群の加工場で丁寧に焼き上げ、しっかりと梱包。一つ目が美味しいサワラの森を食べられるセットとなっております。内容量がサワラの1匹半分分と、サービスでまこと白子がついてます。もう一方がサワラのたたきができるものと味噌漬けが2つついております。美味しい瀬戸内海のサワラの味噌漬けが2つと、サワラの約4分の1匹分です。どちらも大満足の1箱となっております。ギフトにも最高です。今年もいかがでしょうか。次の日。はい、というわけで1日経過しました。タイがどうなっているのか見ていきましょう。こちらですね。で氷のけます。お、凍ってる。なんで？塩か。塩だ。じゃあ塩のけて、でちょっと水で流します。はい、これで OK。 じゃあ軽く水気飛ばします。遠心力 OK で、水気が抜けたのかタイの表面結構硬いです。カチコチ。じゃあ次にこのタイを風乾していきます。じゃあフックにかけていきます。風乾させることでタイのね水分を飛ばして、で燻製の仕上がりを良くします。で水が垂れるんでバケツを置いて、でこんな感じで吊るせたら、いつもの超綺麗な扇風機でコンセント挿して、
でタイに当てて、これで扇風機当てて風乾していきます。はい、じゃあ乾きが終わりました。だいぶ乾いております。ちょっとしっとりしてるぐらいが燻製にはいいそうです。はい、で次に使用するのがこちらスモークウッドとチップスもご用意しました。で金皿を置いて空気が入るようにしてスモークウッドに火をつけます。この一面につけます。これで OK で置いていく。で1個で90分しか持たないのでひっつけて置いていきます。で3つで270分ですね。で燻製には温燻、熱燻、冷燻ってあって、一番簡単なのが熱燻か温燻ですね。で冷燻はなんかプロって言われてて、まだ僕初めてなんでこんな感じでやっていきます。で温燻は30度から80度ぐらいの温度で数時間から1日ぐらいかけてやっていきます。で今上にまぶしているのは桜のチップスです。これで香りもつけます。はい、じゃあうまいことできました。で燻煙もしっかり上っております。で完全燃焼したら普通煙って出ないじゃないですか。わざとに不完全燃焼の状態を作り出してこの燻煙を作って、でこの燻煙をこの食材に当てて、燻煙から出る成分でタンパク質と反応とかしてなんか微生物とかが死ぬそうです。でさらに乾燥が進むことによって微生物の繁殖が減って腐敗を防ぐ効果もあると。すごいですね。じゃあ蓋を閉じて、で下には一応空気穴も開けました。あとは温度を見つつ数時間ほったらかしです。はい、結局一つじゃ温度上がらなくて3つスモークウッドに火つけたらなんとか65度ぐらいにはなりました。もくもく煙が出てるんですけどいいのでしょうか。はい、で消えては追加して8時間ぐらい経ちました。で今から沖行かないといけないので沖から帰ってこいつ開封したいと思います。楽しみです。よい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 。抜歯直後だから気をつけていきます。じゃあ沖から帰ってきました。タイが50ぐらいでしたね。で雨だったんで最悪です。燻製は美味しくなってるかな。はい、じゃあ開けていきます。オープン。おお、めちゃくちゃいい感じの色に仕上がってます。うわー、匂いもスモークのめっちゃいい匂い。ちょっとかじってみます。最高のつまみだ。すんげースモーキーで、身の方は多分ちょっと生だから今から焼いてみます。というわけでよいしょ。じゃあ簡単にさばいていきます。もう家庭にで縦にちょっと切ってみます。でよいしょ。で三枚おろしチックにできるかわかんないけど、うわー、ひがみまくってやりにくい。すんごい難しいです。で今さばいてたらすんごいスモーキーな匂いがします。身自体は真っ白ですね。ただ皮目こんな感じで、ちょっと切ってでフライパンに油入れて焼いていきます。で返していきます。で匂いがめちゃくちゃいいんですよ。なんかこれ嗅いだことある匂いだ。なんだろう。ほんと燻製ベーコンの香りです。つまりは燻製の香りですね。はい、じゃあ焼けました。お皿に並べて、でレモンをのせれば、はい、というわけで完成しました。浜湯特製燻製マダイの焼いたやつ。
はい、それじゃあ小通り。はい、というわけで今夜もキッチンドランカーでやらせていただきます。いただきます。それじゃあちょっとレモンを絞らせてもらいまして、これはやばい。この表面がちょっと乾いてる感じがいいんですよね。めっちゃうまそう。でも香りがめちゃくちゃいいんですよ。いただきます。うまっ。いやちょっとね、塩抜きをちゃんとしてなかったんで、塩は辛いんですけど香りもいいし、この魚自体もめちゃくちゃうまい。で水気が適度に抜けてて、食感もしっかりとしてて、で食べた時に、香りと味わい、なんか表面のスモークウッドの煙かわかんないんですけど、それの味わいがめちゃくちゃうまいです。何も味付けしないんですよ、塩以外。本当に。なのに様々な味がします。まあレモンも振ってますけどね。こうしちゃいられねえ。もちろんこれには酒、タコハイタイム。それじゃあ今日もお疲れ様でした。僕と皆様、乾杯。最高。いや皆さんもね、このカメラの画角で見てたら、もしかしたらもう香ってるかもしれない。この美味しい香り、わあこれにね、本当に酒がよく合います。多分ね、ご飯とかパスタとかもうそれにのせても絶対うまいです。燻製ってこんな美味しかったんだって改めて思い知った。いや絶対燻製ハマるわ。これめちゃくちゃうまいもん。で丸ごと1匹じゃなくて、最初からこう刺身状にしてやっても面白いかもしれない。ただ1匹丸ごとだからこそ、この全部にでもここもね、すごい匂いがするんですよね。なんだろう、柔らかさ、水分量を持たせつつこれができるんじゃないかなって。今回大成功です。皮もいい弾力。いやー最高でした。はい、それじゃああとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん本日はいかがだったでしょうか。燻製の歴史から始まり、燻製の効果とかですね、いろんなことも学べて、教育チャンネルみたいでございます。何より燻製が重い、うまい重いってなんだよ。とりあえずお酒と一緒に飲むのが最高でございますね。今見ているお子様方、お酒の飲みすぎにはご十分ご注意ください。というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。さっさと続きに戻りますね。